アニメ化。可変機にとって一つの終着点といえる存在であるリゼル。モビルスーツの誕生から積み重ねた技術を大量に詰め込んだこの機体の行き着く先は近畿という領域へと達しようとしていた。リゼル、型式番号 RGZ95。 小説及びアニメ「機動戦士ガンダムユニコーン」に登場。ガンダムの性能を受け継ぎ戦場を席巻したジム。この量産機の系譜は激動の宇宙世紀を通じて驚くべき進化を遂げてきた。しかしジムの血を引く機体たちにも長らく実現できない夢があった。それは人型と戦闘機を融合させた可変量産機。一部の量産機となるためのコストの壁を越えられなかったゼータプラス以降、この夢の実現は最初は遠く手の届かないものと思われていた。ジムの後継として誕生したジェガンでさえ宇宙世紀0090頃にその壁を越えることはできなかったのである。だが歴史の歯車は思わぬ速さで回り始める。ジェガン登場からわずか数年後の宇宙世紀0095、突如として姿を現した一機の量産機がそれまでの常識を覆すことになった。それがゼータの力を受け継いだ最後の機体であり、想像を絶する進化を果たす機体リゼルである。本機の開発はこれまでの可変機開発で培った技術を結集させ、特にコスト的に困難であったゼータ系列機の量産化を実現させるために進められた。最大の挑戦はバックウェポンシステムによって簡易的な可変機構を実現したリガ髄と同じ RGZ 系列機でありながら、製造コストが高すぎるゼータガンダムなどの単体で自由に変形できる機体の設計に差し戻し、量産まで実現させようというかなり無茶なものであった。技術者たちはこの難題に果敢に挑むためにメタスのコンパクトな変形システム、同系列機でもある Z2 の洗練された可変機構を組み込み、ジェガンと共通規格のパーツを使うことで可変機としての性能を維持しながらコストも下げるという課題を見事にクリア。可変時間も RX78 の2ガンダムの時代からおなじみのマグネットコーティングを関節に施すことでゼータガンダムと変わらず 0.5 秒で変形。戦場への移動後に速やかな戦闘行為へ移行。高機動戦に加えて交戦中に瞬時に可変し戦闘スタイルを変えるなど可変機の良さを余すところなく活かせる機体に仕上げた快挙すぎる快挙を果たしている。また装甲材には高い防御力を誇るガンダリウム合金を採用。頭部はジェガン系と同様にバイザー式になっているほか、ジェネレーターはゼータガンダムを参考に胴体部と両脚部の合計3機が積み込まれている。加えて両足にはゼータ系の伝統である熱核ジェットロケットエンジンを搭載。これらの革新的技術を巧みに取り入れた結果、リゼルは低コストで可変機の良さを生かせる機体になったのである。しかもゼータガンダムからの弱点でもあった一部のパイロットしか扱えないような操縦性を本機の場合はリミッターをかけることによって安定化。一般兵でも容易に操縦できるようになっているため、量産機に必要な資質を兼ね添えることにも抜かりなかったりする。さらに特筆すべきはジェガンやリガ髄から受け継いだ設計によってバックパックや武装をオプションとして換装することが可能になっており、この革新的なシステムによりリゼルはあらゆる戦況に対応可能な柔軟性を獲得。しかもリゼルの名はリファインドゼータガンダムエスコートリーダーの略称なのだが、これはゼータガンダムの設計を見直し戦場へと導くもののような意味である。そしてこの名が示す通り、ウェイブライダー形態では背面にある取っ手をつかむことで味方機のサブフライトシステムとしても機能するため、運用部隊にとっては強力な可変機と輸送機の2つの役割を兼ねた存在そのものがお得すぎる機体だったのである。もっとも製作初期の段階では Z2 の次の機体という意味合いもあってか G ドライという名称だったらしい。リゼルの武装に関しては威嚇用の頭部 60mm バルカン、前腕部はユニット式になっているためビームサーベル2機を収納するか
グレネードランチャー2機の2種類を選べるのだが、これは両方はもちろんどちらかに特化させることも可能である。さらにビームライフルはゼータガンダムのものとほぼ同型で、先端からビームサーベルを発信することも可能なのだが、ただ似ているわけではなく、ビームを長時間射出できるため、桁違いに長いビームサーベルのように用いるギロチンバーストと呼ばれる使い方も可能になっている。またシールドは打突武器になるほか、ビームキャノンとしても使用可能。指先からは逆シャアの時代よりもクオリティが高くなったダミーバルーンを射出できるようになっている。そして本機は宇宙世紀0095にはジェガンとの連携を前提とした機体として完成しており、その翌年の0096になるとネール・アーガマに8機と予備機2機の合計10機が配備されたと言われている。そこから本機は機動戦士ガンダムユニコーンの劇中の最初の戦場であるインダストリアル7で袖付きのギラズールと交戦することになる。しかしなんと一般機がギラズールにやられるというまさかのデビューを果たす。しかしそこはさすが最新鋭の技術を投入した可変量産機。一般機と後述の隊長機が何度もギラズールを切り裂き、ギロチンバーストでとどめを刺すといった戦いを展開。圧倒的とはこのことだと示すような勝利劇を見せている。しかし敵対する相手の運には恵まれなかった。2回戦目の相手はクシャトリア。かつての旧ネオジオン最強のモビルスーツクイーンマンサの設計を受け継いだこの機体の力は圧倒的であり、2機は接近戦で沈められ、最後の隊長機もファンネルで爆散。続いて赤い彗星の再来フルフロンタルが狩るシナンジュという超高難易度の相手と交戦。部隊の隊長であるノーム・バシリコックが狩る C 型とガンダムユニコーンのメインキャラであり、後にいろいろこじらせるリディー・マーセナスやホマレが狩る一般機の合計3機が出撃。ホマレは出撃寸前に撃ち落とされる門前払いし、ノーム機は迫り来るシナンジュからリディー機をかばって撃破され、そのリディー機も参戦してきたユニコーンガンダムのおかげで助かったが、結果としては完全な敗北であった。その後は終盤のエピソードで再び出番が来るのだが、相手は完全にこじらせたリディーが狩るバンシー・ノルンという出番が常にハードモードすぎる展開となっては至近距離で力負けして敗北。少し難易度が下がったかに見えた袖付きバウ相手にも勝利には届かず終わるなど、全体的に言えば不遇の嵐だったのであった。最新技術が使われたとはいえ所詮は量産機。やられ役の宿命で終わるのがリゼルの花であったのだろうか。いな。リゼルに残されたオプションはさらなる力をもたらすことになり、それは C 型、ディフェンサー、N 型という近畿への道をも開くことになったのである。逆襲のリゼル。不遇な運命に挑んだオプション装備を携えたリゼルたち。まずは先ほども登場したリゼル C 型、戦場の指揮官。標準型リゼルの卓越した性能を基盤としながら指揮官機としての特性を極限まで高めた仕様である。一般機と違うところは操縦難易度は上がるがリミッターを解除し、フレームの強度を上げたことで基本性能を大きく引き上げた点である。さらに大気圏突入ができるとかできないとか諸説あるが、バックパックをリガズイカスタムのものに似たウイングユニットに換装したことで、重力下の大空から空での空間戦闘能力まで大きく引き上げたものになっている。また一般機と違ってセンサーの色は緑色になっている。ちなみに裏話をすると、リゼルはこの C 型が最初にデザインされたのだが、量産機にしてはかなり強そうな外見になってしまったため、一般機のリゼルが改めて誕生することになったらしい。そしてこちらは先ほどの通りノーム機は無念の最後であったものの、漫画機動戦士ガンダム UC0096 ラスト3にて精鋭の女性パイロットの正体3アローズの機体として登場。その名の通り1の矢2の矢3の矢と3段階の攻撃で仕留める連携殺法で敗北知らずの戦いを繰り広げている。さらにアニメ版機
機動戦士ガンダムユニコーンでは、連邦の重要な戦艦であるゼネラルレビルに所属しているリゼルが登場しており、すべてこの C 型で構成されているのだが、こちらはその1年後が舞台である機動戦士ガンダムナラティブでも登場。前者では袖付きのアンジェロ・ザウバーが狩るローゼンズールに次々戦闘不能にされ、フロンタルのシナンジュにも歯が立たずに終わっている。後者のガンダムナラティブでもセカンドネオジオング相手に蹂躙されるだけなど、再びやられ役になっている。しかし C 型はまだ本機の本領の一部に過ぎなかったのである。リゼルディフェンサー AB ユニット。漫画版機動戦士ガンダムユニコーンバンデシネで鮮烈なデビューを飾ったリゼル。この仕様は新型バックパックユニットと武装を換装し、宇宙空間での最前線での戦い及び敵拠点に素早く先制攻撃を行うための中間強襲用である。その役割のために基本は精鋭にのみ許された仕様であるようで、隊長用の機体に装着し、3機だけの少数精鋭で作戦を遂行するといった機体になっている。背面のユニットは A ユニットと B ユニットの2種類が存在しているのだが、それぞれの推力はここまでのリゼルとは比べ物にならないものになり、腰部のサイドアーマーもテールバインダーに換装しているため、ウェイブライダー形態での目的地への到着速度もより高速となり、モビルスーツ形態での機動性も大幅に上がっている。それぞれのユニットの特性として、 A ユニットはミサイル祭りを展開するためのコンテナを合計6機、ハイパービームサーベルも持つなど、面制圧に強く接近戦火力も抜群の仕様になっている。対する B ユニットはビーム祭りのための仕様になっており、かつてのギャプランに通ずるメガ粒子砲付きのバインダーを両肩に装備し、さらに超高火力のビームを高精度なままバンバン撃てるメガビームランチャーを装備。先ほどのビームキャノン付きのシールドも2機装備できるなど、まさにビーム特化な仕様であった。そしてこちらはデビュー作である漫画機動戦士ガンダムユニコーンバンデシネでは、戦術のシナンジュ率いる袖付きからの襲撃の際に、ディフェンサー B ユニットのリディ機と A ユニットのホマレとノーム機が出撃している。続いてガンダムユニコーンの後日談である獅子の帰還でも、リディがゼネラルレビルの本機に A ユニットをつけた仕様を扱っている。バンデシネでは運命が変わることはなかったが、獅子の帰還ではバナージの無事を確認するために、リディがジオン共和国軍に対して短期で無双っぷりを見せつけている。さらに際立ったのは、機動戦士ガンダムユニコーンモビルスーツバリエーションくさびに登場した先ほどの3アローズの仕様。こちらでは2人が A ユニット、1人が B ユニットというバンデシネと同様の編成で登場。先ほどとは違うパターンの3段階攻撃で、ジオン残党軍の無細級2機やガルス J3 機を撃破し、袖付きバウもものともしないなど圧倒的な力を見せている。このようにディフェンサーユニットという力を得た時点で、本機の活躍の幅が相当広がっているのだが、本機の進化はつい最近さらに突き抜けることになったのである。リゼル N 型宇宙世紀ウォーシミュレーションアプリ機動戦士ガンダム UC エンゲージに登場。おそらく現在設定されている中では唯一の近畿といえる究極のリゼル。逆襲のシャアの部隊で起きたアクシズショックを目の当たりにした開発者たちは、アムロが示した人の可能性に感動するということはなく、サイコフレームを使った戦争では量が多い方が勝つという懲りない発想に至った。この洞察から生まれたのが N 型である。この機体はニュータイプ神話を終わらせるために作られていたユニコーンガンダムの随伴機の一つで、すでに設定されているジェスタとは別の扱いで作られたモビルスーツである。 C 型のコクピット周辺とバックパックにサイコフレームを投入し、自身の反応速度はもちろん、サイコフレームの共鳴でユニコーンガンダムの性能強化まで狙った支援機であった。さらに驚くべきは、ニュータイプ適性のないパイロットの操縦も計画されている。これはどんなものかといえば、サイコフレームを介しリーダー機が本機を遠隔操作するというもの。これを聞いて違和感を感じた人は大正解である。
要するに部隊を率いるニュータイプに安全性度外視の生体ファンネルとして使われるということである。これは最近機動戦士ガンダムサンダーボルトで展開されたサイコザク軍団の境遇にも近いかもしれない。しかもこの機体はただの随伴機ではなく、ディフェンサー G ユニットというものを装備した超戦闘重視型にもなれるようなのだが、バンシーのアームドアーマー VN の技術を転用した VN インコムというものを搭載したものになっている。これは普段は射撃武器として使うのだが、疑似 NTD を発動した時は接近戦で切り裂く超振動兵器になるというもの。パイロットへの負荷も大きく、使いこなすには強化人間の登場が前提という闇が深い機体になっていたようである。こうしてゼータ系最後の機体として正式な可変量産機という夢を叶えた本機であったが、その奇跡は超火力祭りでは飽き足らず、サイコフレーム搭載機という禁忌にまで達するなど尋常ならざる進化の系譜を示したのであった。余談。ちなみにリゼルの存在は遥か未来が舞台となる漫画「機動戦士ガンダム F90 ファステストフォーミュラ」の冒頭でも確認されており、宇宙世紀 O112 にガンダム F90E タイプの稼働試験のためゲイツ中尉率いる3機の小隊として登場している。しかしさすがにこの時代の機体とのパワーバランスを覆すことはできず、模擬戦で圧倒されてしまったのであった。今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では次回の解説でまたお会いしましょう。